ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、再び、ロジャーは死んでいない説です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピースを読む楽しみが損なわれると感じる人や、最新話をまだ読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。僕のワンピース考察スタイルは様々な理論を考えてからそこに当てはめて考察しています。例えばキャラクターの表裏一体や過去、現在、未来の描写をより深く読み解けるキーワードが手に入る話数の語呂合わせ。同じような話数には何かしらつながりがあると考える理論。話数の一つなぎ。他にも魚人島の展開は新世界の展開を先取りしていると考えた魚人島先取り説などを考えてきました。そしてここからが本題です。この他にも1年前にザンの伏線という理論を考えました。ザンの伏線とは、ザンと切られたキャラは実はまだ生きているという理論です。こちらです。それはザンという効果音で死んだように見えたキャラは実はその時は死んでいないのではないかという説です。これまでザンと切られて死んだように見えたキャラは6人います。1巻1話ではロジャーが死刑台でザンと切られて死んでいます。75巻743話ではドフラミンゴはキュロスにザンと切られ、ドフラミンゴは生首のような状態になっていましたが、実はこのドフラミンゴはただの糸人形でした。88巻887話では愛する娘シフォンを逃すために父親パウンドがオーブンにザンと切られ死んだように見えましたが、ワノ国編の扉絵連載で生存が確認されています。93巻933話では小紫が京志郎にザンと切られましたが、後に96巻974話でそれは偽装だったことが判明しています。そして同じくこの974話、話数の語呂合わせ急な死では黒住勘十郎が裏切り者だと発覚し、怒りが頂点になった金右衛門に急にザンと切られました。しかしそれは勘十郎の絵であり、勘十郎は生きていました。また985話では黒住オロチがカイドウにザンと切られましたが、黒住オロチの能力はヤマタノオロチなので、首を一つ切られてもまだ生きている可能性があります。というわけで、ザンで切られた死んだように見えたキャラはロジャー、ドフラミンゴ、パウンド、小紫、黒住オロチ、黒住勘十郎の6人です。このうちドフラミンゴ、パウンド、小紫、黒住勘十郎の4人はザンと切られてもその時点では生きていました。6人中4人生存していますから 66% と生存確率は高いです。残る2人はロジャーと黒住オロチ。こちらの動画は989話の時点の動画です。この後、黒住オロチはやはり1008話で生きていました。さらにオロチは1009話で今度はベベンと切られています。しかしこれでもまだオロチは生きていました。ヤマタノオロチの能力のオロチは首を8回切られないと死なないというしつこい能力だったからです。そして1048話でついにオロチの最後の首がザンと伝次郎に切られ、さすがに死んだと思われましたが、なんとザンの伏線通りオロチは1057話で生きていました。首を切られてもオロチは即死せずに燃えながら生存。つまりオロチの死因は斬撃ではなく焼死でした。これによりザンと切られた男ロジャーの生存説が再び浮かび上がるわけです。また考えすぎじゃないのと思われるかもしれませんが、僕がロジャー生存説を考えるのはザンの伏線だけではありません。例えばワンピース公式ビブルカードには明らかになくなったシーンが描かれたキャラクターには享年の文字が付随します。それはペドロやサウロ、オルビア、クローバー、光月おでん、光月時のビブルカードに享年の文字が付随しています。しかし明らかに処刑台で亡くなったであろうロジャーのビブルカードには処刑時53歳24年前としか書いてありません。さらに82巻 SBS でレイリーの年齢を聞かれた小田先生は、ちなみにロジャー77歳、ガープ78歳、戦国79歳など何の説明もなくロジャーが生きていればという仮定のもと、ロジャーの年齢を77歳だと答えています。ロジャーが処刑台で死んでいるなら享年53歳のはずです。小田先生はインタビューで死んだ人間は生き返らない、気持ち悪いでしょと答えていますが、ロジャーが初めから死んでいなければこのインタビューは矛盾しません。次に考えたいロジャー死んでいない説は、海賊記ジョリー・ロジャーが持つ死と再生のイメージです。一巻で小田先生はワンピースという漫画を読むためのステップ1として海賊記についての解説が書かれていました。海賊記はジョリー・ロジャーと呼ばれていまして死の象徴なんです。
と語っていましたが、海賊旗ジョリー・ロジャーの伝説の中には小田先生が触れていないものがもう一つあります。それは中世ヨーロッパで活躍したテンプル騎士団に関する伝説です。テンプル騎士団は聖地エルサレムを守るために創設された騎士団で、彼らは聖地巡礼をする人が現金を持ち歩かなくても旅ができるようにと、その資金を預かって各地の支部で自由に引き出せるという世界初の銀行システムを作ったと言われています。しかしこの銀行システムによって裕福となったテンプル騎士団の資産を狙って、当時のフランス国王はテンプル騎士団を異端者と呼び理不尽に滅ぼしたそうです。テンプル騎士団は都市伝説ではスコットランドに逃れて海賊になったという話があります。そして最後のテンプル騎士団長ジャック・ド・モレーが処刑された後、生き残った団員たちは総長の遺体を掘り起こすと、頭の骨と2本のクロスした骨を発見し、そこから団員たちは頭の骨と2本のクロスした骨さえあればいつか人は復活できるという願いを込めてジョリー・ロジャーという海賊旗を作ったという伝説があるのです。ロジャーのイメージである海賊旗ジョリー・ロジャーは死の象徴だけでなく死と再生のイメージもあるのです。ロジャーをイメージさせる海賊旗が本編で初めて特別に語られたのは42話。話数の語呂合わせは死人です。ここでは海賊旗の話とルフィが料理人より先に音楽家が欲しいと言っています。音楽家といえばご存知、死んで骨だけブルックであり、ブルックといえばビンクスの酒、ビンクスの酒といえばどうせいつかは誰でも骨よ、果てなし当てなし笑い話であり、笑い話といえばラフテルです。42話ではウソップが仲間になり、麦わらの一味の海賊旗を制作していましたが、その少し前の40話でウソップは本物の海賊になるんだ、理由は一つ、海賊旗が俺を呼んでいるからだと宣言していました。一見すると何の変哲もないセリフですが、海賊旗はロジャーのイメージであり、ロジャーは死んでいないかもしれないという2点を考えてから読むと、それはまるでロジャーが俺を呼んでいるという意味に聞こえます。ウソップの嘘や言葉は高確率で実現します。俺は死なねえぜ、相棒。あいつらは我々の町のドンだ、海賊たちだろうか。なんとも不思議な空気を持つ男だ。なあロジャーよ。おめえじゃねえんだ、ロジャーが待っている男は。これらの表現はもちろん、普通に読めば比喩的な表現ですが、逆に考えると、これらのセリフはまるで、ロジャーがまだ生きて、最後の島ラフテルで待っているかのよう。しかし、ロジャーは不治の病にかかっており、寿命はごくわずかでしたから、以前の動画では、ロジャーは死刑台では死んでいないと考えました。死刑台では死んでいない。ロジャーが死んだのはラフテル。ラフテルでロジャーの骨が待っている。死んで骨だけゴールディ・ロジャーです。このような考えにたどり着きました。ラフテルには骨と化したロジャーが待っており、それはブルックが伏線となっていると考えます。ブルックが持っている空島のトーンダイヤルのように、骨となったロジャーはトーンダイヤル、またはビジョンダイヤルがそこにあるのではないでしょうか。つまり、死刑台では死んでおらず、どこかへ移動してから寿命を全うしたと考えました。それは死刑台では死ななかったエースと同じように、死刑台の人物がロジャーを助けたのではないかという考え方です。エースはミスター3のおかげで死刑台から解放されていました。この時のミスター3のイメージは3=3、解放の戦士、太陽の神ニカのイメージでしょう。この解放の戦士3の男が命を救うという理論は、太陽の神ニカが登場する1年前に考えたものです。もっと言えば8年前、考察本に寄稿していた時代からずっと考えてきたもので、そして最近その3の男が解放の戦士、つまり3、太陽の神ニカのイメージだったと気がついたわけです。解放の戦士3の男の理論はこのように考えました。こちらです。それは3の変装男です。ここまで作中では死を救う3の変装男の伏線がいくつも張られていると僕は考えます。まず最初はアラバスタで、サンジがミスタープリンスに変装して牢屋に入れられたルフィたちをミスター3の能力から作った鍵で命を救いました。サンジはその名前の印象から3の男です。そして次が最も重要です。頂上戦争ではロジャーの息子エースが再びミスター3の能力で作った鍵で間一髪助かりました。ミスター3はみんなを逃すために一人残ったミスター2、ボンちゃんの男気に心を打たれてエースを助けるためにあらかじめ海軍の兵士に変装していたのです。ミスター3は鍵を作る。すぐに女王を外すのだがね。私がここにいる理由が、亡き同胞への弔いのためだとしたら、貴様、私を笑うかね。笑うわけね。このシーンはわずか2コマですが、個人的には上位に入る激アツシーンです。そしてワノ国編988話では、ステルスブラックことおそばマスクことサンジが透明になって処刑台の桃之助を救いました。これも死を救う3の変装男です。さらに、オロチに立てついて死が迫った小紫を切り捨てて死を偽造して、小紫を助けた京四郎の正体は実は牛光小僧でしたから、これも死を救う3の変装男です。
解放の戦士は3である。となると、仮にロジャーが死刑台では死ななかったとしたら、誰がロジャーを解放したのでしょうか。1年前の考察では、ロジャー海賊団の3番目の男、スコッパー・ギャバンがロジャーを助けたと考えました。コッパーとは銅という意味ですから、ロジャーが1番目の金で、レイリーが2番目の銀なら、ギャバンは3番目の銅、3の男だからです。さらに966話のギャバンは太陽のマークの服を着ていました。しかし、ギャバンは968話でロジャーを泣いて見送っていますから、それはかなり不自然でしょう。そこで今回は別の3の男の可能性を提示したいです。海軍に自首をしたロジャーを死刑台から救ったかもしれない3の男。それは、ドラゴンです。ドラゴンは24年前、ローグタウンでロジャーの処刑を意味深に見ていました。この時はまだドラゴンの顔にタトゥーは刻まれていませんが、ドラゴンは後にダイヤのマークを3つ刻む3の男。そんなドラゴンはおそらく風の能力者でしょう。ドラゴンがゴア王国に現れた日、ゴア王国には強風が吹き荒れていました。ロギア系の能力者が現れると、その影響が天候に反映されます。ドラゴンがもしも風の能力者なら、離れた場所から突風を起こしてロジャーだけを後方へ飛ばせば、2人の処刑人の槍の軌道はそれてザン。処刑人が同士打ち、そして風で飛ばされ、後ろに倒れたロジャーは群衆から見れば処刑が執行されたように見える。このザンの後、ローグタウンは雨雲で覆われ、雨が降ってきています。そんなドラゴンが初めて登場したのは100話、伝説は始まった。嵐とともになぜかドラゴンがロジャーの言葉とともに登場。その街は始まりと終わりの街、海賊王ロジャーが処刑されたローグタウン。ドラゴンとロジャー、ローグタウン、この3点は繋がっている。そしてもちろんローグタウンの死刑台で助かったルフィとも繋がっている。歴史の全てを知りたかった革命家ドラゴンは寿命が短いロジャーを強奪してラフテルへ行った。そこでドラゴンも歴史の全てを知り革命軍を結成したかもしれません。そしてロジャーはラフテルで死んだ。これならばかすかですが、ここまでの理論が成立しそうです。